おはようございます。たかしです。本日は1月16日火曜日、ただいま9時42分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。2月からノートメンバーシップとポストプライムのプライム会員価格の値上げをします。こちらの値上げは新規入会の方が対象です。サブスクにご興味があれば、2月に無料期間だけでもお試しください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円からですね。現在ポンド円、日足は上がったり下がったりというのを繰り返しております。ここのところ GMMA の青帯が横ばいなんですね。こう上がったり下がったりしてますので、基本的にはレンジです。この緑の枠の中で今動いてまして、その現在は中央付近ですね。で、GMMA の青帯は上抜けてきてますので、基本的には押し目買いが入りやすい、そういうところではあるんですが、現在買い足ではこの辺、過去の揉み合いゾーンにありまして、緑のゾーンを描いてて、ここのあたりは揉み合いますよと、また上値が重くなりますよっていうところに差し掛かってますので、今はそこを上抜けられるのか、それとも一旦押しをつけに下落するのかっていうところを見ておきたい。日足はストキャスティクス高値圏からデッドクロス、MACD も徐々にこの上昇モメンタムが下落してきておりますので、基本的には上値が重くなりやすい、そういうところにはあるんですね。一旦下落してくれば GMMA の青帯ぐらいまで下がってくるかもしれない。そう考えると184円付近、もしくは184円を切るような、そのくらいのところまで下落する可能性はあるんですが、今はこの直近の揉み合いをどちらに抜けるか、下抜ければ今言ったところぐらいまでは下がるでしょうけれども、今度上抜ければ次こっちの白いラインですね、186.8 付近まで上昇していくと思いますので、今はそれがどちらになるのかっていうところを買い足で見ていきたいですね。では4時間足です。4時間足、ここが緑のゾーンですね。ここが揉み合うだろう。そして上値が重くなるだろうというところです。そして昨日の上昇は直近の高値の186円付近を上抜けられずに、今今朝方から下落してきておりますので、もしこのまま下落してくれば、基本的には GMMA の青帯は上向きですので、下がったところは買われやすいと思いますが、今ここでダブルトップになってきているんですね。なのでこのネックライン、昨日の安値ですね。そこを下抜ければ、価格で言うと 184.5 付近、そこを下抜けると183円ぐらいまで下落するかもしれませんので、その辺の流れも見ておきたい。ただし、基本は上昇トレンド中です。GMMA の青帯は上向きですので、下落方向にトレードする場合は、上がったところを売っていく必要がありますので、基本的には下がったところは買われやすくなりますので、下がってきたから売っていくっていうやり方をすると、大きく上昇してしまう可能性もあるので、そこはご注意ください。では、1時間足ですね。今、1時間足では基本的にはこの緑のこのゾーンの中でのレンジと考えておきたいですね。下限が先ほど言った 184.5 付近、そして上限が昨日の高値ですね。185.7 付近、その間でのレンジと考えておく。そして下抜けた場合はここでのダブルトップからの下落になりますので、大きめの下落をする可能性があります。ただし、この黄色のゾーンは過去から描いていたものですが、反発しやすいところでもありますので、ダブルトップからの下落と見せかけて、黄色のゾーン付近で急反発してくるということも考えられるので、そこはご注意ください。先ほども言ったように、基本的には4時間足の上昇トレンド中、日足の GMMA の上にもありますので、買われやすい試合の中で下落方向にトレードするっていうことは、下がったから売るんじゃなくって、上がったところから売っていかないとトレードに優位性がありません。では次はドル円を見ていきましょう。まずは日足ですね。こちらも GMMA の上に上抜けようかというところ、ポンド円は明確に上抜けてましたけれども、ドル円はまだ微妙なんですよね。今 GMMA 付近で値固めをしているように見えます。ただストキャスティクスは高値圏ですので、ちょっとそこは気になるんですが、基本的には一度上抜けたいんだろうなという、そんな印象を持てます。一旦上抜けてからもう一度 GMMA に押しを作りに行く。こんな動きですね。一旦上抜けて、もう一回 GMMA に押しを作って、そこからの上昇。こんな動きをイメージしておきたいです。ただ今はやはり揉み合いの中にありますので、これを上抜けるのか、それとももうしばらく横の動きをしてダラダラと下落していくのかっていうところを見ておきたいですね。では4時間足です。4時間足ではこの直近の戻り高値、緑丸の高値を超えてきております。ですので基本的には上昇トレンド。ただし上昇幅がちょっと小さくなってきてますよね。こんな感じ。この上昇の角度が緩やかになってきているんですね。ですのでちょっとその辺は気になるところですね。この1回目の強い上昇、この白いトレンドラインを上抜けた強い上昇に比べると、かなりこの上昇の幅っていうのが
狭くなってきておりますので、今回もこのあたりですね、本日このまま上昇してくれば、146.6 付近、そのあたりっていうのが天井になってくる。そしてそこから大きく下落するみたいな動きになってくるかもしれませんので、本日の上昇ちょっと注意が必要ですね。大体ですが 146.6 付近、そこを抜けてこれるか、それともそこで下落していくのかっていうところを見ておくといいと思います。では1時間足です。1時間足ではエリオット波動を描いておりました。その修正波がすでに終わったのか、まだ継続中なのかというところです。1時間足の GMMA の向きはちょっと上がったり下がったりしているので分かりにくいんですが、基本的には4時間足の GMMA がこの辺を通ってて上向きですので上昇トレンド。ですので今日も今ちょっと反発してきてますよね。トレードの基本的な考え方として GMMA の向きにエントリーするっていう風に考えるのが安全です。今4時間足は上向き、そして1時間足も一応この中期的に見ると上がったり下がったりしてるんですが、今直近では上向きですよね。つまり上昇トレンド中ですので、こういう風に GMMA の向きが上向きである間は、そこで押しを作ったところからの次の上昇の流れに乗っていくとトレードとしては分かりやすいですし、安全なトレードができると思います。逆にですね、例えば昨日の高値、この辺でのダブルトップとかをイメージして、昨日高値付近でショートエントリーするのもありなんですけれども、基本的にこの GMMA の向きが上向きであるってことは上昇トレンド中ですので、下落する可能性よりも当然上昇する可能性の方が高いんですね。なのでダブルトップは一旦意識されるかもしれませんが、当然上抜ける可能性の方が高くなりますので、トレードを失敗する、つまり損切りに引っかかる可能性も高くなりますので、その辺はご注意いただきたいと思います。基本的には GMMA のこの向きに沿ってトレードしていくっていうのが分かりやすいし、やりやすいし、しかも値幅を伸ばせますので、その辺の環境認識しっかりできるといいと思います。で、直近ではここですね、このあたり先ほど言っていた 146.6 付近、ちょっとここに赤い水平線引いてますが、146.5 付近、この辺っていうのは先ほど言っていたこの黄色のラインとも近くなってきますので、このあたりまで上がってくれば、ここからは大きめの下落になる可能性がありますので、本日はこの黄色のラインを抜けるかどうか、146.6 付近を上抜けるのか、それともそこから大きな下落になるのかっていうところを見ておきたいですね。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場のコメントも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料です。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴できます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。